この動画は横川計測株式会社の提供でお送りします。こんにちは。今日は日本企業が開発した世界最小級の USB 充電器を分解レビューしていきます。それがこちらの USB 充電器 ePower Solutions の ADAMON 65W です。この USB 充電器、最近の充電器ではほぼ標準となっている窒化ガリウムパワー半導体を使っておらず、なんと従来からあるシリコンパワー半導体を使ってここまで小型化しているということです。実際他の窒化ガリウムパワー半導体を使った充電器と比べてみると、サイズ的にはほぼ同じか小さいくらいのサイズ感となっています。今日はこの充電器について一体どのような回路的な工夫や構造的な工夫がされているのかというのを分解しながら確認していきます。ちなみに今日分解した USB 充電器の購入リンクは概要欄にまとめていますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。皆さん計測器を持っているかと思うんですが、しっかりと構成調整していますか？今日は横川計測の標準発生器の紹介です。横川というとオシロスコープや電力計などの計測器のイメージですが、計測器の構成に使う標準発生器キャリブレーターも作っています。計測発生両方できるのが横川計測の特徴です。突然ですが、こちらにパワーメーターを2つ用意しました。ここに標準発生器をつないでみると、こちらのパワーメーターは発生器とほとんど同じ表示に、もう一方は違った値を表示しています。実は下のパワーメーターは製品の仕様から大幅に外れてしまっているものを用意しました。これでは仕事には使えないですね。このようにして普段から使っている計測器を標準発生器を使って構成することで、しっかりと確かな値を表示しているかを確認する必要があります。仕様を外れて合わなくなってしまったものはどうするかというと、この後表示値が仕様の範囲内に収まるように調整に出します。横川計測では高精度な計測器に加えて標準電圧、電流発生器や交流電力構成器をリーズナブルな価格で用意しています。社内で構成が必要な方は横川計測をぜひ検討してみてください。それでは早速見ていきます。外観については一般的な USB 充電器です。ワンポート式で折りたたみプラグを採用しています。形としては縦長形状です。右手にあるような立方体形状よりかは、こういう風な縦長の直方体形状の方が放熱的には有利ですからね。充電器の縦長形状って充電器自体の重さによって抜きやすかったりするんですけども、これはそんなことないですね。充電器自体が結構軽いので抜けはしません。というか触ってて気づいたのですが、この充電器結構軽いです。64.7g。他の 65W ワンポートの充電器と比べてみると、CIO は 70.6g、アンカーは 119g でした。このクラスの USB 充電器では最軽量級です。一つ気になった点としては、コイル鳴きが聞こえますね。特に負荷電流が 1A ぐらいまでの低負荷時に音が鳴るようです。実際聞いてみるとこんな感じです。これ無負荷時の音です。私はそこまで気になりませんが、人によっては気になるかもしれません。特に静かな環境で使っていると気になるかもしれません。ちなみに今聞いていたのは入力電圧が 100V の状態ですが、200V の状態ですとコイル鳴きはさらにひどくなります。これはさすがに気になるレベルです。日本国内ですと 100V しか使わないので問題ないのですが、海外で使う場合は要注意です。この音が充電器から鳴っても壊れているわけではないので注意してください。ここからはスペック表や実験で確認した性能を見ていきます。まずはスペック比較表です。65W クラス最小級の CIO ノバポートソロ2と比較します。定格電力は同じ 65W ですが、ADAMON 65W はシリコンパワー半導体、CIO は窒化ガリウムパワー半導体を使っています。ADAMON の体積は 46.6 となっていてかなり小さく、さすがは業界最小クラスといったところです。ちなみにクラファンサイトを見てみると2023年6月頃に発売されたようなので、2年近く業界最小クラスとなっていたようです。表面積もやはり小さいです。このあたりは放熱に響いてきます。次は性能指標を見ていきます。まずは体積あたりの電力です。
この数字が大きいほど電源としての性能は高くなって、65W クラスの USB 充電器ですと1が標準的な値です。アダモンは 1.39 となっていて、サイズの割には大電力な USB 充電器となっています。シリコンパワー半導体を使ってここまで小さくできているので、何か特別なことをしているのかなとも思います。次は表面積あたりの電力損失です。電力損失は前もって測定しました。この数字が小さいほど放熱に余裕があるという風になります。充電器の放熱は自然対流で行うことがほとんどなので、表面積が広いほど冷却しやすい構造となるからですね。同じクラスの CIO と比較してみると、アダモンの方が放熱には余裕があるようです。これは表面積の広さが効いているというよりかは、電力損失の少なさが効いています。後で出てきますが、アダモンの方が最大電力損失は 1W 程度少ないです。このサイズで 1W の電力損失というのは放熱にかなり効いてきます。サーマルスロットリングによる加熱保護も後で確認するのですが、アダモンの方はサーマルスロットリングは起きませんでした。安定的に 65W を出力可能となっています。これについては USB 充電器で発生する電力損失が少なかったからサーマルスロットリングが起きなかったと見ています。電力損失を少なくするというのは充電器にかけられるコストであったり、設計者の技術力が効いてくる部分ですね。次は電力変換効率の測定を行いました。これは USB 充電器がコンセントからの交流電力を USB 充電に使う直流電力にどれだけ効率高く変換できるかを示すものです。効率が高い USB 充電器であるほど本体で発生する電力損失が少なく、その結果発熱も少なくなります。こちらが効率測定の結果です。横軸が出力電力、縦軸が電力変換効率です。全体的な効率はかなり高くなっていますね。最大変換効率は 20V 出力の時に 93.2% となりました。このクラスの USB 充電器としてはかなり高効率な部類に入っています。しかもこれ窒化ガリウムパワー半導体を使っていないシリコンパワー半導体でこの結果ですからね。窒化ガリウムパワー半導体を使った 65W 充電器の電力変換効率が91から 92% 程度であることを考えると、数字としてはかなり良いです。ついでにコンセントの電圧が 200V の時の変換効率測定もしました。一般的な USB 充電器ですと 200V 入力の時の方が効率は高くなりますが、アダモンの場合は 200V の時の方が効率は低くなるようです。内部的には 100V で効率が高くなるように設計されている可能性があります。次は本体の温度測定です。サーモグラフィーで見たところ最高温度は71度となりました。この側面部分が一番温度高いみたいです。充電器全体が均一に暖かくなっているので、内部で発生した熱を表面にうまく拡散できています。次は温度と関連してサーマルスロットリングが起きるか見てみます。サーマルスロットリングとは充電器本体が加熱によって壊れるのを防ぐために出力電力を意図的に制限する機能のことです。温度の測定は熱電対を貼り付けてやりました。こちらが実験結果です。横軸が実験を開始してからの経過時間、左の縦軸が充電器の表面温度、一番温度が高くなる部分で測定しています。右側の縦軸が充電器の出力電力です。電力は実験開始直後から 65W を出力しています。それに従って温度も上昇していきました。実験開始から30分程度で温度上昇の速度は飽和して最高温度は68度となりました。特にサーマルスロットリングなども起きずに安定的に動作しています。3時間程度連続で運転しましたが特に止まる気配はないので実験終了としています。ここまで色々実験してきましたが、他のメーカーが窒化ガリウムパワー半導体を使う中で、こちらは窒化ガリウムを使わずにシリコンパワー半導体だけでここまでやっているというのは結構すごいことかと思います。ここからは実際に中身がどうなっているのかを分解検証していきます。早速ですけど分解しました。このような構造になっています。見てみると基板は3枚構成ですね。1、2、3です。熱伝導シートも貼ってあります。こちらの面とそしてこの表面実装部品がたくさん実装されている面です。外装部分をよく見てみるとこんな感じでプラスチックのシールドみたいのが入ってるんですね。こちらの部材でこのように全体を覆うようになっていました。このようにプラスチックのシートが一周ぐるっとなっているんですけども、これよく見てみるとグラファイトシートも外側に一周ぐるっと巻かれています。こんな感じですね。
このクラスの USB 充電器ですと、熱伝導ポッティング材で固められていることが多いんですけども、アダモンについては特にそのような構造はしていませんね。このようにグラファイトシートを使って熱を外側に伝えていくというのは、Apple の USB 充電器と設計思想が似ています。熱の伝わり方としてはこのようになっています。熱源があって熱伝導シート、プラスチックのシートがあって、その次にグラファイトシートがあると。そして最後外装の方に熱が逃げていくという風になります。本体の温度が全体的に均一になっていたのは、このグラファイトシートが一周ぐるっと巻かれていたおかげですね。特に発熱の多い面については熱伝導シートがありました。この面はサーモグラフィーで見た時に一番熱くなっていた面です。また本体質量が軽いのは熱伝導系のポッティング剤を全く使っていないからですね。実際ポッティングするとなると質量の20から 30% ぐらいをポッティング剤が占めることになるので、使わないと軽量化に効いてくるわけです。コイル泣きしていたのももしかしたらポッティング剤を使っていないからかもしれませんね。分解した基板の外装をよく見てみるとユニ5の刻印がありました。よく調べてみるとアダモンの開発元の ePower Solutions はファブレス企業で基板設計の最適化、放熱設計、製品としての量産などはユニ5が実施しているようです。回路について全てばらしてリバースエンジニアリングしてみました。回路の主要な部分をまとめるとこのようになっています。コンセントから入ってきた交流電圧を直流電圧に変える全波整流回路。その後に並活用の電解コンデンサー。ここにアクティブクランプ方式のフライバックコンバーターがあって、変圧器。そして虹側の回路があります。ここで USB 充電器に使う電圧の 20V とかに調整されているわけです。この回路よく見てみると、この並活キャパシターあたりに面白い回路がありますね。この部分に回路全体に流れる電流を遮断できるように MOSFET が入っています。さらにこの電解コンデンサーの部分にも直列に MOSFET が入っています。分解した回路に使われていた電解コンデンサーを見てみると、耐圧が実は 200V か 250V のものしかないんですね。この充電器の交流入力電圧は 100V から 240V までです。通常通り使うと電解コンデンサーの電圧は 340V まで上昇することになります。明らかにこの電解コンデンサーの耐圧は足りていません。多分ここにある MOSFET をこの交流電圧の瞬時値に合わせてオンオフすることで回路に電流を流さない、つまり耐圧以上に電解コンデンサーを充電しないような動作になっている可能性があります。実際に実験をして波形を確認してみます。こんな感じのセットアップで実験しました。まずは入力電圧が 100V の時の動作波形を取ります。負荷を入れます。こちらの黄色の線は充電器の交流入力電圧、赤色の線は充電器の入力電流、青色の線はスイッチが直列に入っている電解コンデンサーの電圧、緑色の線、ちょっと青色のところに被って見えにくいんですけども、これは DC-DC コンバーターの直前にある電解コンデンサーの電圧です。電解コンデンサーの電圧見てみると、よく見る波形をしていますね。交流入力電圧のピーク電圧のところまで充電されて、徐々に放電されて、次の入力電圧の山が来たら、その電圧に張り付いて電解コンデンサーが充電されてといった具合です。次は入力電圧を 240V にしてみます。そうするとこの青色の線 VC1、これは MOSFET が直列に入っている電解コンデンサーの電圧ですが、常に一定となっていますね。だいたい 100V ちょいぐらいになっています。これ動作的にはある程度充電されたら MOSFET をオフにして電流が流れないようにしているからです。この緑色の波形 DC-DC の直前にある電解コンデンサーの電圧はこのようになりました。ある一定期間のみ充電されて、その後は放電するといった波形です。この期間のみ充電されていますね。ちなみに電解コンデンサーのピーク電圧は 233V となっていて、耐圧の 250V 以下で使えるようになっています。これは回路全体に流す電流を制御している MOSFET をオンオフすることで電解コンデンサーへの充電を制御しているからです。具体的に言うと、この区間は MOSFET をオンにして電解コンデンサーを充電。これ以外の区間は MOSFET をオフにして充電はせずに溜まった電荷を放出して DC-DC コンバーターを動作させるといった動きです。ちなみに入力電圧が 100V の時にこの電解コンデンサーを使っていて 240V の時使っていないのは、これは電圧が十分に上がって2つの電解コンデンサーだけで DC-DC コンバーターに十分なエネルギーを供給できるようになるからです。
今見てきたように、回路への入力電圧は電解コンデンサーの耐圧より高いのですが、制御を工夫することによって、電解コンデンサーの電圧を耐圧以下に抑えるようにしています。ここからはこのアダモンがなぜ小型化できるのかとか、あとは損失が少ないとか、そういったことを考察していきます。基本的に電解コンデンサーは耐圧が高くなるほど体積は大きくなります。まずこの点が小型化に効いてきています。通常の USB 充電器ですと、コンセントの電圧が 100V の時は 140VDC が電解コンデンサーに加わります。コンセントの電圧が 240V の時は 340V の直流電圧がこの電解コンデンサーに加わります。なので耐圧を高い方に合わせなければいけないんですね。実際の耐圧どのくらいにするかというと、450V 耐圧のものを使うことが多いです。一方でアダモンの方はどうかというと、この入力回路の部分で電解コンデンサーの電圧を制御しているので、耐圧を低くできるんですね。実際 250V 耐圧のものを使うことで、電解コンデンサーの体積を大幅に縮小しています。このように電解コンデンサーの耐圧を下げることで充電器の小型化に貢献できているわけです。また設計のしやすさから言うと、アダモンの場合、この DC-DC コンバーターの電圧の振れ幅が小さいというのが効いてきています。一般的な USB 充電器ですと、この間に加わる電圧というのは、だいたい 100V から 340V くらいまでの振れ幅がありますが、アダモンの場合は 100V から 240V 程度となっていますので、アダモンの場合、この DC-DC コンバーターの設計の最適化というのがですね、他の充電器と比べて少しやりやすいのではないかと思います。また、回路に加わる電圧が低いので、この部分に低耐圧の MOSFET を使うことができます。一般的な USB 充電器ですと、650V 耐圧のスーパージャンクション MOSFET か、それからギャンパワー半導体を使うかなっていうところなんですけども、アダモンの場合はやっぱり 240V くらいなので、耐圧で言うと 300V から 400V くらいの間のものが使えるわけです。MOSFET の耐圧を高くするとどうしても音抵抗が高くなってしまいます。もちろんスイッチング損失とか色々考えなければいけないこともあるんですけども、少なくとも音抵抗については低くできる可能性があるわけです。ですので、アダモンは部品に加わる電圧を低減することで部品本体の小型化、発熱を低減できること、そしてそれらによる USB 充電器本体の小型化が可能となっているわけです。というわけで今日は ePower Solutions のアダモン 65W を分解検証してきました。実際に分解をしてみると回路の工夫によって部品を小型化、そして本体を小型化しているということが分かりました。最近の USB 充電器ですと最先端の部品を使って効率を高くしていくみたいなものがあるんですけども、アダモンはどちらかというと設計であったり回路自体を工夫して効率を良くしていく、そんなアプローチの製品かと思いました。今日分解した製品やその他おすすめの USB 充電器については概要欄にリンクをまとめていますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。もし何か気になることがありましたらぜひコメントを残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。